はい、それでは発表を始めたいと思います。こんにちは。こんにちは。はい、Ruby 会議2024沖縄で、柴田がロングジャーニーオブ Ruby スタンダードライブラリということで Ruby の標準添付ライブラリ周りについてのお話をさせていただきたいと思います。来た。はい。自己紹介です。柴田博と言います。アンドパッドという会社で、テクニカルフェローという肩書きで、フルタイムでオープンソースソフトウェア、特に Ruby と RubyGems などの開発を仕事としてやっています。一応Ruby コアチームであり、RubyGems バンドラーチームのメンバーです。そうですね。Ruby の中では何をしているかというと、主に脆弱性が発見された時の修正であるとか、その辺のリリースの対応を最近はやったりとか、あとはですね、皆さんの手元にRuby を安全に高速に届けるためのいろんなインフラがあるんですけれども、その辺のメンテナンスであるとか手入れを主に最近はしています。はい、会社の紹介をさせてください。私の勤めるアンドパッドという会社はですね、建設業界向けのプラットフォームとなる SaaS 製品を提供しています。で、今下にある製品群が主に Ruby で作られているプロダクトとなってまして、他にも Go とか TypeScript で作られているサービスもあるんですけれども、建設業界の幅広い領域をカバーするようなソフトウェアを作って皆さんにご利用いただき、それによって日々の暮らしが良くなるということを目指したりしています。で、これはですね、福岡 Ruby 大賞で県知事賞を受賞した時のプレゼンテーションスライドなんですけれども、右の方に立っている、トリックノートこと佐藤龍之介がですねプレゼンをしてまして、Ruby がメインでRuby がアンドパッドを支えているぞっていうのを力強くアピールしている図となっています。で、佐藤であるとか、あと他の執行役員やあとファウンダーやエンジニアのメンバーもアンドパッドのブースであるとか Ruby 会議の方に参加してますので、建設業界とか DX とかアンドパッド何なんですかみたいなご相談や質問がある方はぜひ人を捕まえたりブースの方に来て詳しい話を聞いてください。僕を捕まえていただいても大丈夫です。もう1時間でも2時間でも喋るんで待ってます。はい、それでは Ruby の方のお話に入っていきます。で、ちょっと昔話になるんですけれども、Ruby のスタンダードライブ、標準添付ライブラリ、標準ライブラリというのは一体何なんですかっていうことをちょっと深掘りしていきたいと思います。Ruby を長く使っている方だと、知っとるわいというような内容かもしれないんですけれども、初めて参加された方とか、Ruby のその辺まだよく知らない、初めて聞いたみたいなこともあると思うので、ちょっとおさらいとしてやっていきたいと思います。で、Ruby には、Ruby をインストール、Ruby ビルドとか、ASDF とか MICE とかいろいろあると思いますけど、でインストールすると、何もしなくてもリクワイアをして、他の Ruby のコードを自分の書いている Ruby のコードに呼び出すということができるわけですね。で、それはあるんですけど、まずじゃあ Ruby をインストールした時から入っているライブラリっていうのは一体何なんですかっていうのを、Ruby コミッターの視点から、体系的に整頓したのがこの図になります。で、Ruby にはまずその組み込みクラスと標準ライブラリという2つがあって、で、組み込みクラスというのは、ストリングとかタイムみたいにリクワイアをしなくても呼び出せるやつらです。これは組み込みクラスって呼んでます。組み込みライブラリっていうのも呼んだりもしますけど、で、その一方で、僕はスタンダードライブラリというふうに定義して呼んでるんですけど、標準添付ライブラリ、標準ライブラリっていうのは URI とか JSON とかそういうやつらで、これはリクワイアしないと使えないやつら。だからリクワイアしないで使おうとすると、ミッシングコンスタントとか、何かしらのエラーが出るというやつですね。で、標準ライブラリの中にも、その Ruby で書かれた PureRuby ライブラリっていうやつと、あと C で書かれた C 拡張ライブラリっていうのがあります。で、C 拡張ライブラリは、主に、そうですね、OpenSSL とか LibYAML とか、その Linux のパッケージで提供されている C のライブラリを呼び出すやつらが主に C 拡張で書かれていたり、あとはパフォーマンスの視点から C で書いた方が早いというようなものは C 拡張ライブラリとして提供されています。はい。で、それが標準添付ライブラリ、Ruby をインストールしたときについてくるライブラリなんですけど、それ以外のライブラリは、どう使われているのか、どういう歴史をたどっているのかという年表がこちらです。これ細かくは今回は紹介しないんですけど、2004年に RubyGems というものができて、その Ruby についているライブラリ以外のものを呼び出したりインストールしたりする仕組みができたと。で、今年でなんと RubyGems が誕生して20周年だったんですね。僕もこの表を作っていて知りました。で、Ruby1.9 でその RubyGems が、Ruby 本体と同時に配信されるようになったと
で、その後に、知っている人もあまり多くないかもしれないんですけど、実は GitHub が gemsgithub.com というものを昔は提供していて、ここから Gem をインストールできたという歴史があります。今はもうクローズしてます。で、あとは Gemcutter というものがあったり、RubyForge というものがあったり、なんだかんだいろいろあって統合併合して、最終的には2014年以降は RubyGems.org というものが唯一の Ruby のライブラリを扱う、リポジトリサイトとして今も継続しています。でですね、その標準添付ライブラリの数の変遷を表にしたのがこれです。で、Ruby1.8 の時が一番多くて、合計で130個、ライブラリ以外のものももしかしたら含まれるかもしれないですけど、130個ぐらいでした。で、それが昨年リリースされた 3.3 では85個ですかっていう感じで、20個ぐらい、20個じゃないな、もっと減ってますね。50個ぐらい減ってるのかな。というような状況です。で、1.8 の時がなぜこんなに多かったかというと、マッツやその他の人にいろいろ聞いてみると、やっぱ当時はインターネットが常時接続じゃなくて、ダイヤルアップで限られた時間だけ接続して、プログラミングソフトウェアをダウンロードするというような時代だったと。なので、その RubyGems も Gem インストールなんとかですぐインストールできるような状態ではなかったですね、社会的に。なので、Ruby をインストールしただけでいろんなライブラリがいっぱい使えた方がいいだろうということで、松本さんはいろんなパッケージをどんどんいっぱい入れたっていうふうに言ってました。はい。で、じゃあなんでそのいっぱい入れたパッケージでライブラリの数をじわじわ減らしていっているのかということについてご紹介していきます。で、これは僕が主にやっている作業というか仕事なんですけど、その標準ライブラリというものにデフォルト Gems とバンドルド Gems という概念を導入しました。で、この2つが一体何なのかということについて、今年の Ruby 会議でも改めてご紹介したいと思います。毎年言ってるんですけど、なかなか複雑というか、やってる本人も複雑ですし、Ruby コミットの中でもこれデフォルト Gems だっけみたいな会話が今でも起こるんで、なかなか難しいんですけど、何度も説明することで浸透させていきたい。で、まずデフォルト Gems とは何なのかということについてご紹介します。デフォルト Gems とはその標準ライブラリですね。URI とか OpenSSL とかあるんですけど、そういったものを RubyGems からもインストールやアップグレードできるようにしたものです。で、何がデフォルト Gems でバンド Gems かっていうのが分かりにくいと思うんですね。で、2つ手段を紹介したいんですけど、1つ目はこの stdgems.org というサイトを見るというのが1つ目の手段で、このサイトは JSON とかも確か配信していると思います。で、これは有志の方が作ったスーパー便利まとめサイトです。で、2つ目の手段は Ruby で分からないことがあれば Ruby に聞くということで IRB を立ち上げて、RSS をロードします。で、GemLoadedSpecs っていうメソッドがありまして、で、これは巨大なアレイじゃなくてハッシュかななんですけど、そこにライブラリ名を入れて、そこにデフォルト Gem ですかあなたはって聞くと、false true というふうに返事してくれるので、OpenSSL や何々がデフォルト Gems かどうかというのが分かると思います。この2つの手段を用いて判定することができます。で、デフォルト Gems についてもうちょっと深掘りしたいんですけど、デフォルト Gems はGitHub の Ruby のオーガニゼーションの下で開発されています。右の方にちょっと小さいかな、見えると思うんですけど、こんな感じでいっぱいリポジトリが大量にあります。100個ぐらいあります。で、そこのリポジトリの中では、バンドルインストールを実行して、レイクテストまたバンドルエクゼックレイクテストなどを実行すると、すぐテストが実行できるので、もし皆さんの方で何かそのライブラリに変更を加えたいとか、何か改造をしたい、不具合を修正したいという場合は、このコマンドを実行するだけでテストを実行して、コードを実行することができます。で、プルリクエストも送れるということですね。で、そのデフォルト Gems は、じゃあ Ruby 本体にはどういうふうに反映されるのかみたいなことがあって、これはちょっと僕の自慢したい成果なんですけど、実はですね、その RubyGems とか、あと左下は Prism を例にとってるんですけど、そのデフォルト Gems でコミットした内容はですね、自動で Ruby の本体の方にもコミットされます。ただ具体的には左上の RubyGems の方に何かこう入れた変更が右の方にある Ruby の方にもコミットされていると。で、左下の Prism も同じようにコミットされていると。で、一方で Prism にはRust であるとか JavaScript の実装もあるんですね。で、そういった実装が Ruby の方に入られても困るし、別に使い物にならないので、そういったものは除外されるように自動的になっていると。なので、
もし皆さんが Ruby に対してライブラリを何か変えたいとか良くしたいっていう時にプルリクエストを出せば、ライブラリの方はそのジェムとしてリリースされるライブラリにも反映されるし、Ruby 本体にも自動的に反映されるというのがこの仕組みによって実現されているということですね。はい。なお余談ですけど、Ruby のコントリビューターグラフに名前が載るという特典があります。これをやると。なので、ぜひ皆さん、プルリク出してください。で、次にデフォルトジェムスでバンドルジェムズの説明をします。で、バンドルジェムスは、デフォルトジェムスと似てるんですけど、こちらは Ruby の本体にはコミットが一切なされてなくて、ライブラリ単体として開発されているやつです。で、これは皆さんがよくバンドルインストールで実行してインストールする Rails であるとか、その他の Lake とかシナトラとかそういうライブラリと同じように、ただ Ruby のメイクインストール、Ruby をインストールしたときに一緒に Gem インストールされるやつというだけ理解していただければ良いかと思います。で、これを使う利点としては、Ruby をインストールしたときから入っていて、皆さんがリクワイアしたり、バンドルインストール、バンドルエクゼック等々を通して、そのライブラリを使うことができるというメリットがあるというところですね。ネットワークを介さなくてもいいということですか。で、なんでデフォルトジェムスであるとかバンドルジェムスの活動を僕がやってるのかというと、2つ大きい僕の中でやっていきたいなと思っていることがありまして、で、1つ目はセキュリティの対応です。で、僕は先月 Ruby のリリースしましたし、3月にも2件 CVE を取得して公開したというセキュリティ対応をやってるんですけれども、やっぱりセキュリティ対応はもう今のソフトウェアを開発する上で、避けられない要素の一つで、サプライチェーンアタックみたいな言葉がありますけど、あるライブラリにその悪意のあるコードを仕込むことによってそのアプリケーション全体を破壊するというような攻撃ですね。そういったものもあるので、可能な限りソフトウェアの依存関係の流度を小さくして、その単体のソフトウェアのコンポーネントのアップデートをやりやすくするっていうのが、昨今のソフトウェアには求められている特性です。で、Ruby はそのライブラリをいっぱい含んでいるので、ライブラリの1個が何か汚染されたときに、アップグレードするためには Ruby のバージョンそのものを全部アップグレードしなくてはいけないと、今までは。だけど、このデフォルトジェムスとかバンドルジェムスの仕組みを利用することによって、その Ruby をアップグレードしなくても、例えば Gem アップデート、RDoc と、みたいなことをやるだけで、その脆弱性の対応が可能になると。こうすることで、その日々のアプリケーションの開発であるとか、そういった工数であるとか、そういうペインを減らすことができるんじゃないのかなと思っています。で、2つ目が、サステナビリティって書いてるんですけど、早く言えば、Ruby に気持ちを持って開発をしていく人を増やしたいというのがあります。で、Ruby の本体の方は、それこそパーサーとか GC とか、僕はあんまりよく分かんないんですけど、そういう難しい、その、コンピューターサイエンスのものではなくて、普通に普段使ってる Ruby のコードとか、Ruby の便利なライブラリをちょっと良くしたいっていうようなことがいっぱいあると思うんですね。そういった部分について、例えば、この例だと IRB ですか。IRB やそのリラインに気持ちを持って良くしていきたいと思う人たちに、コミット権限を付与して、IRB をそのライブラリ単体で開発してリリースして良くするっていうようなことをお願いしてやっていってもらうというような活動を他のライブラリにもできるだけ広げていきたいので、Ruby 本体全部で見ると Ruby コミッターとかいろんなことを面倒見たりしていくことがあるので、そうじゃなくてライブラリ単体だけでなんとかできるようにするっていうのがこの2つの活動の目標でやってます。はい。でですね、ただそのデフォルトジェムスとバンドルジェムスに若干面倒だなみたいなことがあります。で、そこの紹介とそのために何をしたのかということについてご紹介します。で、一番大きい面倒くさいポイントとしてはやっぱバンドラーの下で使うということだと思うんですよね。で、デフォルトジェムスはバンドルジェムスから話をしましょう。バンドルジェムスはバンドラーの GEMS ファイルに書かないと使うことができません。なので、一番上の例のように RSS は GEMRSS と書かなくてはいけません。で、一方でデフォルト GEMS は書かなくても使うことができます。ただし、あるバージョンを指定して使いたい場合は書く必要があります。これが違いですね。で、じゃあそういう状況で、今 3.3 ではデフォルト GEMS であるビッグデシマルをバンドルド GEMS にパッと変えました。となると何が起こるかというと、皆さんの
アプリケーションがバンドラーの下で環境下では動かなくなるということが起こります。これは辛い。なぜならそのバンドジェムスはジェムファイルに書かないといけないからですね。で、そうなると、僕はやってる張本人なので、来年リリースされるバージョンではそのビッグデシマルがバンドルジェムスになるんでジェムファイルに書いてくださいねっていうのは、アンドパッドの社内に言って追加してもらえば終わりだけの話ですけど、皆さんはそんなの知らないよっていう話だと思うんです。なのでこの辺をもっとうまく皆さんにお伝えできるというような機能を作りました。でこれが、Ruby3.3 で導入した警告機能です。で右はリストである定義のリストなんで、こういうリストがあるんだなぐらいでいいんですけど、肝心なのは左下のところですね。僕が作った機能では、例えば IRB で require CSV っていうのを Ruby3.3 で実行すると、CSV は 3.4 からはデフォルトジェムズじゃなくてバンドルジェムズになるんで、ジェムファイルに追加してくださいっていう警告が出ます。ただ、エラーで失敗するわけじゃなくて、require 自体はできるんですね、3.3 では。ただの警告機能です。で、この状態だと、皆さんが今 3.3 を使い始めて来年 3.4 をリリースされたときにこうしておけば 3.4 でエラーにならないんだなってことが分かるのかなと思ってます。でこの機能について少し深掘りします。でこの仕組みはですねリクワイアをエイリアすることで実現しています。で、これは僕が作ったリクワイアのエイリアスの根幹の部分なんですけど、こうやってリクワイアをエイリアスするとリクワイアするために何かを起動させる悪行ができるんだなということを知ってもらえればいいかなと思います。はい。でじゃあ具体的にこの機能の動きについてご紹介するんですけど、まず最初にですね僕が今日いくつか皆さんにお伝えしたいことのうちの重要な1個があって、バンドラーインラインっていう機能があって、僕これバンドラーの一番クールなフィーチャーだと思ってるんですけど、ジェムファイルを使わなくてもバンドラーを実行できるんですよ。バンドラーのジェムファイル的なものを。なのでバンドラーインラインって書いてジェムファイルの中にこういうブロックの中にコードを書くと、それがジェムファイルに書いてあると同じかのように動く。Ruby の .rb のコード単体でバンドラーの動きをデバッグするのが超便利というもので、はい、でこの例ではバンドラーのジェムファイルに何も指定していない例になります。でこの場合に Ruby3.3 で MutexM をリクワイアしたり RSS をリクワイアすると何が起きるかというと、MutexM は、Ruby3.4 ではバンドロードジェムになるので、ジェムファイルに追加してくださいねって警告が出ます。で同様に RSS についても警告が出ます。ただ RSS はすでにバンドルジェムになっているので 3.3 では。なので 3.0 で RSS はバンドルジェムになったよ、ジェムファイルに追加してくださいねってことがエラーに出て、で 3.3 には実際にもう RSS はデフォルトジェムとしては提供されていないのでリクワイアエラーが出るというような状態です。これだとただリクワイアエラーが出てどうすればいいのっていうところから、バンドルジェムになったからジェムファイルに追加すればいいんだなってことが分かるのかなと思います。で同様の事例でこの機能にはちょっとまたさらにもう一個踏み込んだ機能があって、そのビッグデシマルが自分のライブラリで使ってなくても例えばアクティブサポートとかが使ってるわけですね。そうした時にじゃあビッグデシマルが 3.4 からそのまま単純にリクワイアできなくなりますよって言われた時にアクティブサポートをリクワイアしてビッグデシマルがないって怒られるわけです。そうした時にじゃあどうしたかというと、その機能ではこの警告機能ではどこのライブラリがそのビッグデシマルを呼び出しているかというところも抽出して皆さんにお知らせするようにしています。この赤枠で囲んだところですね。でなので、ジェムファイルにビッグデシマルを追加すれば皆さんの手元のアプリケーションは動くんですよ。大丈夫。だけどそれだと隣の会社や他の人が動かないって困るわけですよね。できるだけやっぱ困る人は減らしたいので、そのアクティブサポートのメンテナーの方にビッグデシマルを追加してくれなっていうのをメッセージを追加しています。なのでもし 3.3 を使い合って、こういう警告を見かけた方は積極的にそのプリクエストを出して、ビッグデシマルを依存関係に追加するか、もしくはビッグデシマルを使わなくても事足りる処理だったらビッグデシマルを外してしまった方がいいと思うんですよね。依存関係は少ない方が良いということで、そういう活動をしてもらえるとありがたいなと思います。でこの機能はですね結構大変すごいヒューリスティックにやるしかなくて、そのリクワイアどこからリクワイアされているかみたいなものをすごい Ruby の中で機械的に取る方法があまりないんですね。なのでそのコーラーロケーションを使ってフレームをすごい1行ずつパースして頑張って取り出しています。
なので、例えばShopify の作っているブートスナップや、あとは Rails が使っているツアイトベルグみたいなソフトウェアは、それらもリクワイアをエイリアスして拡張しているんです。そうすると、リクワイアの列がずれるんですね。そうすると、正しくそのアクティブサポートが使ってるよっていうのを出せないという不具合がありました。なので、この辺はその Shopify のメンバーや、ツアイトベルグの作者の人といろいろ意見を交換しながら直して、今、3.3.1 では修正が間に合わなかったんですけど、3.3.2 では直るようにしたいと思っています。で、あともう一個、そのリクワイアの中身を取り出して解析するというような処理をした上で、僕が知らなかったんですけど、ブートスナップはリクワイア CSV って書くと、それをフルパスに変換するという機能があるっぽいです。で、なので、CSV の場合は上のようになるし、syslog C 拡張の場合は下のようになると。で、これも、僕が当初想定したその呼び出し元とかそういうものの解析のパターンからは外れてしまってうまく動かないというようなことがありました。で、なのでこの辺も全部一緒にまたいろいろデバッグして 3.3.1 以降に直したので、 3.3.2 ではほぼ完璧な形でこの辺の警告機能が動くのかなと思います。ぜひ 3.3 にアップグレードした後に、この辺のライブラリがバンドル GEM になるよみたいな警告を見かけたら、皆さんの手元のアプリケーションを GEM ファイルにGEM ファイルを直して動くようにするとか、また使っているライブラリの方に直すというようなプロリクエストを投げていただけるとありがたいです。はい。それではじゃあ今後の3.4 や 3.5 以降に、僕やRuby の周辺のエコシステムのライブラリがどういうふうになっていくのか、どういうふうにしていきたいのかということについてお話しします。で、引き続きバンドル GEMS の数を増やしていきたいなと思っています。それは先ほどお話ししたセキュリティであるとか、幅広い人にメンテナンスしてもらいたいからということです。で、今のところ予定している計画としてはこんな感じになっていて、デフォルト GEMS の数が徐々に減っていき、だんだんバンドル GEMS の数を増やしていきたいなと思っているというところですね。で、これをやるにあたって結構今 Ruby のライブラリの中身はすごいにらめっこしてるんですけど、やっぱりライブラリが相互に依存しているみたいなものがあったときに、それなかなか片方だけをバンドルと GEMS にするということは難しいんですね。で、例えばこの例では JSON が持っているオープンストラクトの拡張機能をオープンストラクトがあったら有効にするというようなコードになってるんですけど、これはいいんですよ。別にそのオープンストラクトの JSON 拡張とか JSON のオープンストラクト拡張とか必要ない人は別に使わなければいいだけなので、こういうのはこういう形であれば使うっていうふうな変更をすればいいんですけど、そうじゃないものについてはどういうふうにやっていこうかなというのは今試行錯誤中です。あと2つ目はやっぱC 拡張のライブラリをGEM で提供するということに対して、結構大変であるというような反応をもらったりしています。例えば AWS のラムダとかで動かすときにビッグデシマルを使ってますっていうだけで、じゃあ GCC とか C のコンパイラーをラムダで動かすようなところに入れるのかとか、Docker のイメージに入れてやるのかみたいなことが、なかなか声として上がっていて、じゃあノコギリのようにバイナリーパッケージを提供するのかって言われると、はいどうぞって言って提供もなかなかできないんですね。今 ARM と Intel で、Linux、Windows、MacOS みたいなその掛け算のプラットフォームを用意してメンテナンスしていかなくてはいけないと。なのでこの辺もどうやっていこうかなっていうのが今悩み中のところです。で、あとはRuby と RubyGems の新機能について紹介します。で、RubyGems、Ruby 3.3 の他のライブラリ周りの変更としては、リードラインの C 拡張が引退しました。皆さんリラインをご利用ください。あとは RACC という RAC というライブラリがバンドル GEMS になりました。で、あと RubyGems とバンドラーについては引き続き不具合修正であるとか高速化みたいな処理の改造を続けています。で、1個皆さんにお伝えしたい機能としては、まだこれは標準ではオプションであるとかコマンドラインから実行できるようなものではないんですけど、GEM ファイルのロックファイルにここにあるチェックサムスという大文字のセクションを最後なり追加すると、その後のバンドルインストールやアップデートの実行時にすべてのライブラリのチェックサムが追加されるようになります。で、この結果ですね、今後例えば、ライブラリが MITM アタックなどで差し替えられたとみたいな時にチェックサムが不一致している場合にエラーが起きるようになりますので、よりセキュリティ的にもよかろうというような
感じですね。NPM とかにも確かあったと思いますけど、ただこれをデフォルトで有効にしちゃうと、これ実行するたびに世界中のロックファイルに更新が走りますっていうのと、新しいバンドラーと古いバンドラーが例えば混合している環境とかチームとかで、片方のバンドルインストールを実行したらこのチェックサム全部消えるし、片方のバンドルインストールを実行したら全部増えるしみたいなのを繰り返して、若干フラストレーションですよね。なのでいい感じにこれをランニングさせるような仕組みは今後継続してやっていくということになっています。はい、あと、ですね、RBS 対応ですね。バンドルジェムを実行してひな型を作ったときに、RBS ファイルのひな型を作るようにしました。RubyGems が。で、あと、今までRBS ジェムの中に含まれていた標準添付ライブラリ、標準ライブラリの RBS ファイルが各リポジトリの方に散っていくということもやっています。これはプライムファイルの例です。はい。次はクロスコンパイレーションプログラムについての取り組みですね。で、WASM 対応とかで、Ruby のクロスコンパイルとかクロスプラットフォームで動かすみたいなニーズは高まっています。そうした上でじゃあ RubyGems とバンドラーがに対して何をしなくてはいけないのかという話なんですけど、今 C 拡張を RubyGems やバンドラーでインストールすると上にあるような3つの場所にインストールされます。で Ruby3.4 では一番下の場所、これは作業ワーキングディレクトリですねでビルドされている C の拡張がクリーンアップされるというふうになったので、 3.4 と 3.5 以上では上の2箇所になっています。でこの上から2つ目が非常にくせ者で、ここを見るとプラットフォームの名前とか Ruby のバージョンが一切入ってないパスなんですね。なので2つ目のパスから例えば違うアーキテクチャのもの、MacOS とかだとロゼッタを経由したりとか、ネイティブの環境でそれぞれリクワイアしたりビルドすると、すぐセグ V で死にますし、あと上じゃないな、異なる Ruby ですね、Ruby のバージョンがちょっと違っただけで、ライブラリをリクワイアしただけでセグ V が起きて動かなくなるというような問題があるので、僕個人としては一番上だけを標準として2番目はもう作らないようにしていきたいと思っていますが、いかんせん20年ぐらいの歴史があるソフトウェアなので、一度2つ目のパスに C 拡張があるよっていうことを知ったライブラリの開発者は、ここから直接フルパスで指定してリクワイアしたりとか、そこの .so ファイルをFFI を利用して呼び出すとか、そういったことをやっているライブラリもたくさんあると。で、2個目のところに C 拡張を作らなくすると、そういったライブラリが全部動かなくなるわけですね。それはなかなかやっぱり難しいのでどうするかというと、一つは安直な手として、僕の方でこういうオプションを新たに作って、このインストールエクステンションインリブというものをファルスに指定した場合は、先ほど紹介した2つ目のディレクトリからは C 拡張が消えるようになります。僕はこれで1年ぐらい暮らしてますけど、何も困ったことはないです。多分そういうライブラリを使ってないだけだと思いますけど。はい、ので、そういった形でちょっと C 拡張をインストールする場所、置く場所をちょっと工夫して何とかしようとしているよということは皆さん知っていただきたいなというのと、あとは明日の家庭さんがこの辺の WASM なり OpenSSL とか RubyGems の話をするんじゃないのかなと淡く期待しています。で、あとはネームスペースですね。ネームスペースは本当欲しいんですよ、RubyGems としては。で、これはなぜかというとですね、RubyGems やバンドラーの中ではライブラリを使っています。例えばタイムアウトを使っています。で、タイムアウトをリクワイアします。RubyGems とか、バンドラーが。で、それリクワイアしたときに、そのリクワイアしたバージョンがアクティベートされて、それ以外のバージョンのタイムアウトが使えないっていう問題があります。で、よく皆さん Rails を開発していると、Rails なりで開発していると、左のようなメッセージが出て、なんかよくわかんないなってことがあると思うんですよね。で、これはその RubyGems なりがライブラリをリクワイアしたから、こういうエラーメッセージが出ています。で、RubyGems のメンバーもこれは認識していて、できる限り皆さんが指定した自由なバージョンのライブラリを利用させたいと思っています。で、じゃあどうやってるかというと、一つ目は Ruby のライブラリなら丸ごと全部 RubyGems の中に取り込んでます。で、左の図のように例えば NetHCP とか、Optpath とかを全部取り込んで、違う名前空間の下にそのライブラリを置いて RubyGems はそれを使うということにしています。なので皆さんがリクワイアしたときはトップレベルに置かれて、皆さんが期待しているバージョンが使えるというものですね。
で、これはピュア Ruby ライブラリならいいんですけど、C 拡張ではできないんですよ。Ruby の仕組み上。なので、じゃあどうしてるかっていうと、Ruby で書き直しているっていうことをやってます。例えば、サイクを使わないで、Ruby で YAML のシリアライザーをハンドコードで書いています。で、これきついんですよね。結構YAML の仕様とかってすごい複雑で、この設定の書き方が動かないんですけどみたいなことが結構 RubyGems やバンドラにはしょっちゅう来ていて、そのためにアドホックにやっているので、できればサイク、LibYAML を使いたい。なので、この発表の直後10分後に田尾森さんがネームスペースのフューチャーをぶち上げてくれると思うので、この機能が使えるようになった Ruby で早く RubyGems やバンドラのが使っている標準ライブラリのロードの機構をネームスペースの中に隔離して、で皆さんは皆さんで使いたいバージョンなり、新しいバージョン、セキュリティが修正されたバージョンのライブラリを使えるような環境を作りたいなと思っているので、一緒に足並み揃えてやっていきたいなと思ってます。はい、それではまとめです。で今日はRubyGems であるとか、あとはバンドラ、デフォルト Gems やバンドルド Gems について私のやっていることや目指すところ、実際に使う時の工夫や苦労じゃないな、気をつけなきゃいけないところについて紹介しました。であとそれをケアするための警告機能であるとか、皆さんの方でやっていただけるといいなと思う機能についても紹介しました。であと今後 3.4 や 3.5 に向けたそのライブラリの管理とか RubyGems バンドラの流れや、ご紹介したい機能についても話しました。はい、僕最近このマッツの言葉すごい大好きで、Ruby はプログラマーのベストフレンド、一番いい友達だって言ってるんで、僕が目指しているのは皆さんが Ruby を書いてですね、なんだよこいつってならないように、いいやつだなってなるような感じでRubyGems とか、Gem インストールしたとかバンドルインストールしたとか Rails 動かしたみたいな体験をよくできたらいいなと思っています。はい、これで発表終わります。ありがとうございました。